つもご視聴いただきましてありがとうございます。最近ようやく暖かくなってきたかと思えば天候が崩れたり急に寒くなったりで体調まで崩しやすそうな時期ですが、無駄に必要以上の栄養を摂取しているせいかいつも元気いっぱいの竹千代です。よろしくお願いします。さて今回は高田郡のとある道路沿いにあるお店がずっと気になっていたため勢いでやってきました。地元の方ならもうお分かりかもしれませんね。今回お邪魔させていただくこちらのお店は高田郡神波町新田にあります食事処磯路さんです。営業時間は11時30分から14時と17時から21時で、定休日は月曜日と木曜日となっております。駐車場はお店の目の前にあり、こちら側が3台とこの看板の下に2台分の計5台あります。また駐車場は若干傾斜がありますがコンクリートなのでバイクでも止めやすいと思います。あと入店前に調べたプチ情報でこちらの定食はボリュームがあり美味しいみたいですよ。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内は若干レトロな感じがある意味おしゃれで、定食屋さんというよりは居酒屋に近い雰囲気のお店となっているためとても居心地が良さそうな印象です。そして客席はカウンターが6席に、お店の奥にはこの字で座る大きなテーブルがあります。またカウンターの後ろにはお座敷もあり、お座敷は6名用テーブルが2つに4名用テーブルが2つの満席なら30名以上入店可能な意外と大きなお店となっております。ちなみにお座敷の座布団は部屋の隅に置いてあり自分で敷くスタイルとなっております。またこちらのお店にはところどころ興味のそそるような装飾があるんですけど、こんな置物どこで手に入れたんだろう。年代物なのかな。こういうの好きなんですよね。それではメニューを見てみましょう。まずは定食の和風ステーキ定食、エビフライ定食、刺身定食、とんかつ定食、カキフライ定食、焼肉定食、カレーうどん定食、カツカレー、お子様ランチ、カレーライスに冷たいそばに温かいうどん、大エビ天丼にランチタイムサービスのひょうたん弁当があります。下段は一品料理の鶏の唐揚げ、マグロ納豆、野菜炒め、漬物、明太子、ナスバター焼き、目玉焼き、冷ややっこ、トマト、松前漬け、イカの塩辛、ライスなどがあります。続いてはドリンクメニューです。ワイン1本1430円はサイズ感が分かりませんが安いですよね。続いて冷酒、大瓶のビールにお酒に合成酒、チューハイ、酒ライムにイーチコにコーラとオレンジジュースがあります。下段は3種類のサラダに宴会料理は4400円からやってくれるみたいですね。結構な人数が入れるので忘年会なので利用するのもありかもしれませんね。卓上サービスはこんな感じ。醤油にソースに塩となっております。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。焼肉定食税込み1320円です。濃いめの味付けのロース肉に大量のサラダ、このサラダのドレッシングもとても美味しくお肉との相性も抜群です。それに酢の物の小鉢にお味噌汁にご飯にお漬物とボリュームも満点です。やはり嬉しいポイントとしてはお肉もそうですがサラダが大量にあるのは嬉しいですね。個人的に結構ポイントが高いです。そして気になるお肉は食感強めのロース肉で脂身とのバランスも良くサラダと一緒に食べても美味しいしご飯も進みます。バラ肉などの脂多めも悪くないですがロース肉の肉々しい感じは最後の1枚まで飽きることなく美味しくいただけます。そしてお肉の下には焼きそばのような麺も隠れてます。これが意外と癖になる美味しさなんですよね。お味噌汁もほっとした味でとても美味しく、小鉢の酢の物ももっと食べたくなる美味しさ。お漬物の浸かり具合もよくツヤツヤで美味しいご飯はいくらあっても足りないです。そしてたまには贅沢したいなという方におすすめの和風ステーキ定食税込み2530円です。メニューのトップにあるし価格も一番高いのでどんな感じか気になるな程度の軽い気持ちで注文したらまさかの大当たり。こちらはメインのステーキやサラダの他にこの日はひじきとおからの小鉢にちょっとしたお刺身にオリジナルのステーキソースにお味噌汁にご飯にお漬物とボリュームたっぷりの定食となっています。そして先ほどの焼肉定食同様メインと一緒にある大量のサラダも嬉しいポイントだし、何よりステーキの大きさにも驚きです。これ引きで映してるから大したことなく見えるかもしれませんが近くで見るとかなりのインパクトですよ。思わずうわーって声が出そうになりました。そして次の驚きポイントはこのステーキの柔らかさです。
先ほどの焼肉定食が肉々しい食感強めのお肉に対して、このステーキはとろける柔らかさといっても過言じゃないほどジューシーでびっくりする美味しさでした。ちなみにこのステーキは見ての通りレア感強めなので、もしレアでも大丈夫、ステーキが好きだぞという方は、機会があればぜひご自分へのご褒美としてこのステーキ定食を食べてみてください。あまりの美味しさにもしかしたらここの常連さんになってしまうかもしれませんよ。またこのちょっとしたお刺身も何か特別感があって嬉しいし、このわさびを使ってわさび醤油でステーキを食べるとまた違った美味しさを味わうことができて二度お得です。あとは小鉢のひじきとおからも美味しく、お漬物も美味しいのでご飯が足りなくなる勢いです。あと気になるのはランチタイム限定で日曜祝日は提供されないひょうたん弁当ですよね。というわけで日を改めて平日の昼間に再度磯路さんへやってきました。こちらがランチタイムに提供されるひょうたん弁当税込み880円です。どういうネーミングかと思ったら、まさかのそのまんまひょうたんの形をしたお弁当にびっくり。それでは中を見ていきます。蓋を外すとまずはご飯が出てきます。結構量があります。続いては酢の物です。これはそんなに量はないですね。この酢の物を外すと今度は大量のおかずが出てきました。さらにこのお弁当にはお味噌汁とオリジナルソースのかかったお豆腐がついてます。こうやって全部をバラバラにするとすごい量ですよね。これで税込み880円はかなりコスパが良いと思います。どうでしょうか。これで880円はかなりお得な感じがしませんか。それではメインのおかずをドアップで見ていきます。上からデザートに白身魚フライにミニとんかつにサラダに鶏の照り焼き、かき揚げ、魚の天ぷらに甘い卵焼きの天ぷら。今回は焼きそばではなくパスタと本当に種類が豊富です。それに安定の美味しさの酢の物にドレッシングのようなソースのお豆腐もすごく美味しかったです。あとせっかくなので一品料理もサクッと紹介。まずは鶏の唐揚げ税込み770円です。しっかりと味付けされたジューシーな唐揚げで、もうちょっと食べたい方やおつまみなどにおすすめの一品です。続いてはナスバター焼き税込み660円です。バター醤油の若干濃いめの味付けが美味しく、これは完全にお酒が飲みたくなっちゃうやつですね。続いてはハムサラダ税込み550円です。サラダを注文するとあの美味しいドレッシングがかけ放題。野菜不足の方はぜひどうぞ。あとハムの下にはパスタが隠れてました。これはちょっと嬉しかったですね。ちなみにこちらの決済方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。あと帰ってる時ふと空を見たら三日月が横向きの珍しい形だったので思わず撮っちゃいました。これちょっと調べたら春の三日月は横向きで秋の三日月は縦型みたいですよ。初めて見たけどこれって一般常識なんですかね。今回は田形郡神南町にあります食事処磯路さんにお邪魔させていただきました。ボリュームたっぷりの定食もコスパ最高のランチタイムサービスのひょうたん弁当もとても美味しかったです。あと夜行った時に帰りにお土産までもらっちゃいました。このお稲荷さんお揚げがジューシーですごく美味しかったです。そばやうどんについてるんですかね。メニューには載ってなかったですが、もしメニュー化されたら再度食べたいぐらい衝撃の美味しさでした。あとランチタイムに行くならちょっと注意点があります。ひょうたん弁当が売り切れたらショックなので開店待ちしたらなかなかお店が開かないんですよね。たまたまかもしれませんが3回目にしてようやくひょうたん弁当にやりつけました。どうやら仕込みが大変なようで開店時間が少し遅れることがあるようです。この日は約15分遅れでお店に入ることができました。急遽お休みの場合は張り紙があるはずなので開店時間になってもお店が開かない場合は10分15分ぐらい待てばオープンすると思いますよ。もしくは電話で確認するのがいいかもしれませんね。機会があればぜひこちらの食事処磯路さんにボリュームたっぷりな定食かコスパ最高のランチタイムサービスのひょうたん弁当を食べに行かれてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであればチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。